はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。そして本年もどうぞよろしくお願いします。今回は1月全体の星の動きを踏まえた上でタロットをさせていただきます。お願いします。いつも私前半と後半に分けてタロットを取っていたんですけれども、1月はちょっと私旅に出てきますので、ちょっと後半のものが取れないので1ヶ月分とさせていただきます。そしてまた旅先でね2月分を取りたいなと思っていますので、楽しみにしててください。では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップナイトの逆、カップ9、ソード10、カップエース逆、ワールド逆、ペンタクルス5逆、フール逆。はい、気をつけることや対策が、ペンタクルスのナイトの逆とソードの6とオラクルはカップ4の逆ですね。なるほど。なんかちょっと全体の印象としてはいろんな意味で浮き沈みがあるなっていう感じがしました。そうですね、1ヶ月の中でこの1月の中で一番言われてる変化っていうのはおそらく1月の20日ぐらいだと思うんですね。ちょこちょこ変化はもちろんあるんです。例えば1月の6日から火星が逆行して蟹座に入るとかってなると、もうちょっと頑張って仕事しようとか稼ごうとかですね、なんか自分をもうちょっと優先しようみたいに思ったりもしますし、また1月の3日から金星が魚座に入ると社交運みたいなところに光が入るので、なんか社会が照らされてるのかなとか、なんかこう外に行く機会あるのかなと思いきや、同時にその分ちょっとナイーブになったりとかして、外に出るんだけどその分ちゃんとしなくちゃとか、人と関わる分いろんな可能性広がってるけど気を使うなとかっていう、一長一短な感じなので、それに合わせて気持ちも上がったり下がったりしやすいのかなと思ったんです。その中でも1月の中旬あたりっていうのは物事がスムーズに流れていき始める頃だと思うんですね。特に20日っていうのは双子座の皆さんにとってはね、20日までっていうのはなんとなく自分が水面下にいるとか、あまり人前に出ずに裏方で何かしたいみたいな感じもあるかもしれないんですけど、20日以降っていうのはもう正々堂々と表に出ていくみたいな、なんかそんな感じがあって、すごく自由になる感じがあるんです。精神的にもだし、何か自分の存在感というかあり方も今の自分でいいじゃないかみたいな感じになって、誰かに責められないように防衛して何かをするのではなく、今の自分でいいじゃないか、これでいいんだよって言って正々堂々と出ていくみたいな、そんな感じがあるので、20日以降っていうのはね、自由になっていくなって感じがします。また1月29日は新月ですけれども、この新月もね、なんか精神的解放って感じもしますし、そんな感じの流れなんですが、カードで見たところ一番のメッセージとして言われているのは、周りからの出来事や、周りで言われていることや、周りで起こっていることや、外から入ってくる情報に惑わされないでくださいっていうふうに言われています。なんかとにかくすごくいろんな情報っていうのは行き来するし、今双子座さんっていうのは本当にいろんな可能性がある時なので、自分が何かこのチャンスを逃さないで全部受け取らないとって思わなくても、もうすでに乗ってますから、運の中にっていうふうに覚えておいてほしいんですね。なんかせっかく与えられている人からのチャンスだったり申し出っていうのは受けなきゃいけないんじゃないかみたいな感じがあり、でそれを受けることによって自分はすごくラッキーになるんだと、この運に乗っていくんだって思うかもしれないけど、全部受け取らなくても大丈夫だよっていう感じがあって、むしろなんですけど、1月の20日までっていうのは自分をしっかり保ってねって感じがあるんですね。外側の世界になんか自分の居場所を探すとか、自分が受け入れられてるからこれでいいんだではなく、自分の中に自分の価値があるっていう感じで思っててほしいんです。でないと非常に外側のエネルギーに翻弄されてちょっと疲れるみたいな感じもあるんですよね。やっぱり体が疲れたりとかすると、どうしても疑い深くなったりとか気を使いすぎたりとかすると思うんですよね。なのでなんだか今人からの申し出とかそういうものっていうのが来てるから受けなくちゃと思ってるんですけど、実際受けれる状態じゃないんじゃないですかみたいな感じがあるんです。これはお体が今ちょっと調子が悪いとか、今インフルエンザとかね、コロナとかも流行ってるからっていうのもあるかもしれないですけど、今体が
なんか値を上げてるみたいな感じもあるので、ちょっと疲れてるなっていう方はぜひ本当にゆっくりと体をいたわってあげてほしいんですね。でそうすることによって自然と自分の中から喜びが湧いてくる。そして自然とじゃあこれでやっていこうみたいな、今いる環境の中で幸せを見つけられるみたいな感じがあるんですけど、そうなったかと思いきや、また外側の世界ではもっと光ってたとか、もっとあの人キラキラしてるとか、そういう感じでまたなんか自分は違うのかなって言って急に自分を責めたりとかして、なんかヒューってこうヒュルルルルルってこう空気が抜けていく風船みたいな感じで、こう喜び事っていうものが、自分の価値っていうものを自分で見失っていく。でもまたそうかと思えば関係ないわって言って、なんかふわーって広がるみたいな感じで、すごくこう高低差がある動きなんですね。なのでトータル的に見て、周りの状況や誰かが何を言うとか、そういったものに惑わされずに、自分の価値を自分でしっかり保ってねっていうのがメッセージだと思いました。なんか話すごいそれるように感じるかもしれないけど、なんか昔お金の映画がありましたよね。佐藤なんとか健さんが出てるお金の映画があったと思うんですよね。何億っていうお金を手にしてうわーって舞い上がって、またなんかちょっとネタバレになっちゃうからなんですけど、でもなんか蓋を開けてみれば、なんかあれ全部一人芝居だったのみたいな、なんかそんな感じの映画があったと思うんですけど、そんな感じで外側の世界で起きてることによって惑わされてうわーって喜んだりとか、がっかりしたりとか悔しくなったりとかっていうのではなく、実は全部最初から真実は一つだよねみたいな感じで、そこの域に行き着くんですねっていう感じはすごくするんですけどね。後半1月の後半、そこに行き着くまでのなんかドラマがあるし、体のことも大丈夫みたいな感じがあるので、本当に無理しないでほしいですし、無理に自分を押し出そうとしなくてもいいよって感じ。そして言われてることとして言うのは、価値っていうのはインスタントじゃないんですみたいな感じで言われています。これが手に入ったから私は大丈夫とか、そういうのではなく、これまで時間をかけて自分が経験したこと、その全てが価値なんだっていう感じがあるので、これから手にしたいと思ってる価値もじっくり時間をかけてやっていくものなんだと。そんなインスタントにはいできたはい終わりみたいな、そんなのではないよって言われているので、今までの自分の経験とか自分というものを思い出していただければ、もうその中に十分溢れるほどの宝があるじゃないかって感じがするんですよね。それをとにかく見失わないでっていうのが、私はこのオラクルからのメッセージだと思ったんですよね。でもう一つは、状況はゆっくりとですけれども穏やかな方に流れていってますよっていう、これソードの6というカードが出ているのでね、そんな感じもしました。なんか本当周りの声に惑わされないでねって感じかな。ちょっとお仕事のこと見てみましょうか。はい、仕事、ジャスティス、ワンド10、ソードの7ということで、そうですね、仕事に関してはもちろんその1月の20日以降の方が仕事運とかいうのはいいですし、さらにその後2月に入ってからの方が仕事での上がっていくのでいいんですけども、なんとなく今言われてるのは今の自分の状態でこれ以上頑張れますかみたいな感じで言われていて、これ以上引き受けないでくださいみたいな感じなんですよね。ちょっとそんなに自分に負荷をかけないでねと。であくまでも今余裕があります、大丈夫です、だったら受けてもらってもいいけど、今言われてるのは、仕事として言われてるのは、なんか始まるよとかすごくチャンスだよっていうよりも、仕事と自分のバランスを取りましょうみたいな感じですごく言われています。なので、でも今ここで自分が受けないと仕事できない人だと思われるからとか、他の人はこれぐらいやってるから自分もやらないととか、そういう感じでいくとすごくなんか自分を優先してない感じがするんですよね。仕事場ではそれは会社の中の出来事を優先しなければならないというのが常識だとは思うんですけど、でも今すごく体のこともしっかりちゃんと整えてねって感じで言われているので、今この瞬間の自分にとっての真実は何なのかって言ったら、もう残業できませんとかいうのも真実かもしれないし、その自分の体に嘘をついてやりますできますって言ってやるよりは、これ以上はできませんとか、自分はここまでですみたいな、そういったバウンダリーっていうか線引きをきちんとして、仕事のやり方においてバランスをとってねっていうのが一番のメッセージだと思いました。はい、ちょっと人間関係見てみますね。
人間関係はタワーとワンドの7とペンタクスのキングということで、ここで一つ注意なんですけれども、一瞬なんか自分が否定されたとか裏切られたみたいな気持ちになるかもしれません。そして必死で自分を守ろうとして先に攻撃するみたいなことをしたくなるかもしれませんが、待って待ってみたいな、もともとそれは全部誤解かもしれませんよっていうメッセージだと私は思いました。なぜならば人間関係ってなった時に、本当の関係性ってそんななんか浮ついたものじゃないっていうか、返事くれなかったからどうこうとか、あの時言ったことに傷ついたんだからどうのこうのとか、そういう感じではなくて、要するに今もしかしたらですけど、双子座さん自身が疲れていて余裕がなくて、相手も余裕がなくて、でそれによって相手の言ったこととかしたこととか行動にガーンみたいな感じで思ったかもしれませんけど、そもそもの関係性って何をしてくれたとか何をしてもらったとかっていうことじゃなく、お互いの存在ですよねみたいな感じがあり、そのお互いの存在の中で自分というものをしっかりと保っていれば何も奪われないし何も損もしていないので、しっかりとそこを自分で抑えておいてくださいねって感じで言われてると思ったんです。これはペンタクスのキングということでね、すでに価値はそこにあるじゃないかと。そんな表面的なことで自分の立場が不利になったからとか誤解されたからとか、そんなものは関係ないんですみたいな感じで言われてる気がしました。で特に自分が傷つけられたと思ったら、これ以上傷つけられないようにこっちからもなんか先に防衛みたいな感じで自分の立場を守ろうとしてるっていうのがあるんですけど、守らなくても大丈夫ですよって、守ろうとすることによって余計相手を傷つけるかもしれないし、自分が自分として存在していってくださいっていう感じですね。あとね、恋愛動画もちょっと撮れないのでそれも見ときますね。恋愛に関してはどうなんだろうな。ソードのページとソードの9とソードの10ということで、内部にならなくても大丈夫です。特に今は1月の20日までっていうのは、特に恋人とか大事な人との関係性で満たされたいというか、なんか自分のことを必要とされたいんだって感じがすごくするんですね。だから自分からなんかアプローチしたりとか、自分から寄っていくというよりも相手から来てほしいんだみたいな感じがあり、でなんで来てくれないのみたいな、そういうなんかそれによってどんどん自分が殻にこもって、どんどん殻にこもってなんか余計向こうも声かけにくくなるみたいな感じで、ちょっと負のループに入りそうな感じがあるので、それこそ最初のね、いや存在そのものでつながってるんじゃないんですかみたいな感じです。でやっぱりもしですけど、そういったちょっと体が調子悪いとか今ね熱出てるんだとかであれば、本当に無理しないでください。そしてその関係性に特に大事なパートナーだからこそ余計ナイーブになると思うんですけど、もうなんか連絡くれないってことはもう嫌いってことですねとかそういうふうに話を一足飛びにしてネガティブな方に考えて結論を出さないようにしてください。とにかく悪夢を自分で想像して、その悪夢の想像の中に浸っているみたいな感じがあるので、ちょっと待ってって、私もしかして今悩みたいのかもみたいな感じで思って緩く相手のことを捉えてくださいね。これは本当にね、これさっき言ったみたいに1月の19日あたりっていうのはナイーブになりやすい時なんです。これ皆さんそうなんですけど、でこのナイーブになりやすいところを、あえて行動を起こすか起こさないかによっても変わるんですけど、双子座の皆さんっていうのはすごく器用で機敏だから、すぐに何か言いたくなったりとか行動を起こしたくなる方もいらっしゃると思うんですね。で何も相手に言わなくても自分の中で結論付けを早くしたくなると思うんですけど、1月はそれは本当にちょっとね耐えてくださいそこは耐えてゆったりと構えて結論を急がない、そして自分を被害者にしないということでやってみてください。はい、もう一枚ちょっとオラクル引いてみますね。周りの言葉に惑わされないですからね。はい、いきます。双子座さん、これかな。バランスをとってねって言われてます。皆さんもこのカードを見て何かしら感じることがあれば、ご自身でメッセージ受け取ってくださいね。私が言うことだけじゃなくて、やっぱりセルフケアとかね、エネルギー
というか、自分のエネルギー、本当に大事なものっていうのは自分の中心に置きましょう。それは自分ですみたいな感じがあって、なのでここでも仕事と自分のバランスを取りましょうっていうのもありましたし、自分自身の中でも体のバランスを取る必要があるのかもしれませんね。なんかこう頭ばっかり使って全然足動かしてなかったなとか、そういうこともあるかもしれないので、全身を使うとか、そういうふうに意識してみてください。ということで、今回もありがとうございました。ぜひ1月緩やかに自分を信じられる1ヶ月になりますように。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。